今回も7番ヘッドを使ってイケメンヘッドを作っていこうと思います。ヒートガンで輪郭を変えていくんですけども、この幅を狭めて顎を少しシャープにして顔のこの部分ちょっとくぼんでるので、それを平たくしていくような感じの加工をやっていきます。ヒートガンの詳しい動画は別でありますので、そちらをご覧ください。ヒートガンの加工はこんな感じですね。ちょっと縦長になったと思うんですけど、前回のものと比べると分かりやすいです。この顔の幅が若干細くなってですね、メンズっぽくなるかなというところ。あとはこの頬のラインとかがぷっくりしてるので、これを平たくしたりですね、ちょっと顎の部分をこう伸ばしてみたりとかしてます。この後はアイホールを開けて、ちょっと気になる点を削って当て盛りしていくんですけども、まずアイホールはですね、サクッとこれ開けちゃいます。リスナーさんがやってたんですけど、この V カラーをつけて電動でゴリゴリやるとかなり効率がいいので、ちょっとやってみます。かなり辛辣臭くなるんで要換気なんですけど、これでいいかな。お、早いな。これは早い。想像以上に早い。やりすぎちゃいそうだ。これはいいですね。これ電動の多分安いやつなんですよね。中古屋さんでいくらだろう、2000円とか3000円とかのドリルなんですけど、それをぶっ壊れたアイサイザーを短く切ってですね、刺してるだけです。これは楽だ。なんかやりすぎちゃいそうでめっちゃ怖い。こんなもんでいいかな。とりあえずこんなもんでいいですね。さっきヒートガンをやった時に手袋の模様とかがついちゃってるんで、これをですね平たくしておきます。あと鼻が少し溶けちゃったので、この部分も加工する感じで、この唇を低くするのと、あとこのまぶたのこの部分ですね、これがあるとちょっと盛る時にですねやりにくいんで、ここを削る感じでやっていきます。はい、久々のペンサンダーでこれでですね表面だけやっていこうと思います。ヘッドを変形させるとこの穴の大きさとか変わってきちゃうので、一度ですねこうやってはめて、結構きつい、だから結構きついので、ここのくぼみを広げるとかそういうのをやるんですけど、ちょっとこの穴が狭いんで軸が入んないですね。なので少しちょっと広げますね。さっきより入りやすくなりました。もうちょっとだけ。いい感じですね。この付け根の部分なんですが、 DDS は首がちょっと細いかな。だから DD でつけるとちょっときついかもしれないので、この周りもですね少し元の大きさぐらい、元の大きさってこんな感じで結構違いますよね。こんなに大きくなくてもいいと思うんですけど、ちょっとですねここら辺は削っておこうと思います。次は爆弾パテ持ってきます。これはフレッシュ肌なのでノーマルを使っていきます。
パテを盛るときはアイホールにですね、こんな感じで仮のアイホールを裏打ちしてパテが流れないようにしておきます。以前ですね、確かパテがちょっと混ざってない感じでムラがあったんで、一回念のため混ぜます。アイホールの輪郭は以前作ったようなイケメンのヘッドにするので、上まぶたと下まぶたに均等に持っていく感じですね。パテがこのアイホールにはみ出たピーってところはですね、そのまま固めると表面処理大変なんで、ネバネバみたいなところが伸びちゃった場合は拭いといた方が楽です。はい、硬化させます。1分です。はい、これを繰り返してアイホールを作ります。フレッシュは境目が結構目立たないので、アイホールを盛るときはこのソフビの表面とレジンの表面の高さを合わせてあげるといいんですけど、ここの部分ですね、このままだとちょっとくぼみが激しいので、私はいつもこの、クマの部分ですね、ここにもソフビじゃないやパテを持ってここを平らにしてあげる感じ。前回のちょっと垂れ目ちゃんを作った時もうここら辺をきれいに持ってあげると非常に出来上がりきれいだったんで、アイホール全体をですねこんな感じでデロッと持ってます。次はアイホールの形を決めるのにちょっと削っていきたいと思います。前回のヘッドは結構上の方、この上気味のところを開けたので、ここら辺ですかね。仮のアイをつけてみたんですけど、こんな感じのアイホールの形ですね。下が平らで上がこう切り上がってって、最後こっちもこうキュッて絞ってる感じのアイですね。ちょっと上っぽいので後で削りながらですね、少し下側を広げてって目を大きくする感じに加工していこうと思います。あとこのほっぺたの部分ですね、こう横から見た時に段差があるとちょっとダサいので、ここは削りながら様子見てですね、また持っていこうと思います。削るところを録画し忘れたんですけど、一旦表面をなだらかにした感じがこんな感じです。意外とパテとソフビの境目が目立たないですよね。これ色がすごい同じなんですよね。これで良さそうなんですが、下まぶたのラインが若干合ってないところと形が微妙なのがあるので、ここの表面をきれいにしてみたいと思います。こんな感じでメイクできるようになったんですけども、ちょっと目が小さいかなと思うので、もう少し目を大きくですねしてですね、でメイクに入りたいと思います。ではメイクをしていきます。今回のメイクもあっさりした感じで、あんまりアニメっぽくこうしっかり輪郭描くっていう感じはしないようにしようと思ってます。いつもそうなんですけど、男の子を描くときはラインをまっすぐめ、こうふわんと柔らかくするとなんか女の子っぽくなっちゃうんで、ラインはこうまっすぐまっすぐを意識してます。それがいいかどうかっていうのはちょっとね、メイクっていうか顔立ち次第なんですけど、
次に眉毛の仮を描きたいんですけども、いつも本番でガッと描いて消してっていうのをやってたんですが、それも芸がないなということで、他の動画を参考にしたらですね、パステルで一度輪郭を描いてそこに描くっていう方法もあるみたいなので、それをですね試してみたいと思います。これボックスさんのパステルなんですけど、薄い色、これで眉毛のイメージのところにですね色を塗って、そのバランスとかそういったものを見てみます。意外と左右対称に描くって難しいんですよね。で、最近やってるのは消しゴムで、これ100均のダイソーさんで買ってきた消しゴムです。パステルはですね消しゴムで綺麗に取れるんで、ちょっと時間かかったんですけど、眉毛はこんな感じのイメージにしようかなと思うので、二重にしたいなと思ってるんで、二重線を入れるのと、もう少しこの輪郭を濃いめにしていこうかなと。濃いめにするともう少しこう顔立ちがはっきりすると思うんで、ちょっと下まぶたを描きすぎたっぽい感じで、表面から見るとなんか女の子っぽいので、もう少し薄くしますね。絵の具を消すときはブラシエイドですね。この瓶、ブラシエイドを小分けしてる瓶なんですけど、これで拭いてあげると下地は消えずに絵の具だけ落とせると。マシュマロにブラシエイドを使っても綺麗に取れないんですっていうご質問が来てるので、これをですねまた別の動画でちょっと詳しく調べたいと思うんですけど、今のところちょっと私が使ってる中ではあまりブラシエイドで消したところがこう残っちゃうっていうのはあんまりなかったんですけど、オレンジとかはソフビに色移りしやすいので、なんかそういう色で、色残りがあるとかいう可能性があるので、ちょっとすいません、この動画では、やらないんですけど、また別の動画でですねそういったところは調べてみたいと思います。なんとなく女の子になっちゃうんですよね。次、口のイメージを描いてみます。あくまでもイメージですね。あまりムスッとした顔はじゃない方がいいかなと思うので、口角は若干上げ気味、削る時も少しここの部分のソフビを削るような感じで少し削ったんですけど、あんまり変わんなかったです。なので絵の具でバチッと描いてあげる。かなりはみ出てるので、もう一回ブラシエイドでですねちょっときれいにしていきます。一応この小分けの瓶は私はタミヤさんのガラスの容器を使ってるんですけども、このブラシエイドは多分アルコール系なんで、アルコール系が大丈夫な100均で売ってる容器だったらこういう小分け大丈夫だと思います。アルコール系大丈夫って書いてないと、もしかするとですね揮発したり容器が形変わっちゃうとかあるかもしれないので、ちょっと注意ですね。いつも口角も一発で決まんないんで、何回かこんな感じで書き直しはしてます。動画だとちょっとねスキップしちゃう場合がよくあるんですけど、眉毛描く時もですねなんだかんだ
20分ぐらい試行錯誤して、意外と時間かかってますね。では次はもう少しですね、しっかり書き込んでいくって言っても、そんなに書き込むところがないので、もう少し濃くするのと、薄い色を何度か重ねて、ちょっとグラデーションっていうわけではないんですけど、メイクにメリハリがあるように、ちょっとやっていこうと思います。ウィッグをセットしてみてどんな感じかを見るんですけど、なんとなく目の周りがちょっと濃い感じがしますね。こういうところですね。こういうところ。こういうところ。パステルを塗っていくので、そんなでもないかなとは思うんですけど、そうですね。ちょっと濃いかなと。もう少しさっぱりするには、線板のヤスリとかで、ちょっとこういったところを削ってですね、少し薄くしてみようと思います。線板ないので、2000番の紙ヤスで、あんまり変わんないんですけど、少しオレンジっぽいのがなくなったので、ちょっとはマシになったかなと。この辺は好みなんで、全然いいって思う人もいるかもしれないんですけど、私が作りたかったヘッドとしてはちょっと濃かったっていうところで、こっち側もですね、若干薄くします。次パステルをやっていくんですけども、一度ですね艶消しスプレーを吹いてます。パステルをした後に艶消しスプレーを吹くとちょっとパステルが濃いめになるので、今回は本当に薄めですね。こういうこんな感じの薄い色を使っていこうと思います。でもう一つ注意点が、ソフビとレジンの境目がパステルのこののりの違いでですね、くっきり出ちゃうので、そういう影響を少なくするために、艶消しスプレーをちょっと多めにですね、吹いてます。やっぱりここに境目があるんですけど、のりの悪いところと良いところがあって、ちょっと線みたいなの見えてますよね。ここがレジン盛りの課題なんですよね。なんか上手い方法があればいいんですけど。左右両方とも同じような感じで塗ったので、これで一度艶消しスプレーを吹きます。アイラインにムラがあるので、もう少し塗り重ねてですね、綺麗にしていこうと思います。これであとはホワイト入れたりして、これで終わりかなという感じでしょうか。はい、今回はこんな感じで仕上がりました。今回は爆弾パテを使ってここの部分盛ったんですけど、かなり綺麗な仕上がりになってると思います。化粧で全く隠してなくて、これですね。ここら辺分かりますかね。私が直接見ても結構分かんないかなという感じで、超美肌です。ここもここからこのぐらい、この際はちょっとわかるかなって感じなんですけど、すごいフレッシュはですね、こんないい出来になるんでおすすめです。メイクは薄い感じでやや濃いめにはなってるんですけど、全体的にですね、こういうところ書き込み少なく、パステルも少なく、あっさりメイクをして、で目の色を赤くしたんで、ウィッグもですね赤い、ちょっと長髪しかなかったんで女の子っぽいんですけど、こういう感じのいい感じの仕上がりになってると思います。こちら元のヘッドですね。かなり違いますよね。アイホールいじってるんで
見栄えがかなり違うんですけど、輪郭細くしてるんで、こういった標準のヘッドよりかなりメンズっぽくなってるんじゃないかなと思います。i はレジンの土台を作ってデカールを貼ってですね i を作りました。結構デカール i は作るのめんどくさいっていうか手間がかかって破れちゃったり色がにじんじゃったりとするのでなかなかすぐできないんですけど、コーディングする部分が薄いのでとっても自然に見えるっていうんですか、ここの交際と白目の部分の境目もほとんど見えないので、いい仕上がりだと思います。ということで今回はヤフオクに出せるかなっていう感じのヘッドを作ってみました。ちょっとですね、いろいろ準備をしてですね、これを2月ぐらいにヤフオクにちょっと準備して出してみて、どれぐらいの評価が得られるのかっていうのをちょっと試してみたいと思います。なかなかこういうオリジナルの顔っていうのはあんまり、人気ないかもしれないんですけど、自分でこのヘッドを置いといてもですね、いいなって思う時があるんで、そういう刺さる人向けにですね、受けたらいいなとかと思っております。今年はですね、またちょっと初心に戻って、メイクの始めとかですね、なんかそういった初歩的なところをまた改めて動画作っていこうと思いますので、またよろしくお願いいたします。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。バイバーイ。